こんにちは。ゼロから宅建士第26回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回まで権利関係を学んできました。今回から法令上の制限に入ります。最初のテーマは都市計画法です。まちづくりの基本ルールを学びます。一緒に着実に理解していきましょう。まず、今日の全体像を確認します。都市計画法はまちづくりの法律です。はじめに都市計画区域を学びます。準都市計画区域も合わせて確認します。次に区域区分という線引きを見ます。そして用途地域の13種類を整理します。最後に補助的な地域地区を学びます。数字と用語を順番に押さえましょう。はじめに都市計画法の考え方です。この法律はまちづくりのルールです。建物がバラバラに建つと困ります。そこで計画的に街を作ります。手順は大きく2段階です。まず対象となる区域を決めます。次にその中で土地の使い方を定めます。宅建ではこの対応関係が問われます。まず都市計画区域です。都市計画を定める対象の区域です。この区域を誰が指定するのでしょうか。原則として都道府県が指定します。行政区域とは関係なく指定できます。市町村の境をまたいでも構いません。複数の都府県にまたがる場合があります。その場合は国土交通大臣が指定します。次に準都市計画区域です。都市計画区域の外にある区域です。名乗っておくと乱開発の恐れがあります。そこで一定の規制をかけます。指定するのは都道府県です。ただしできることは限られます。区域区分は定められません。用途地域などは定めることができます。次に区域区分です。線引きとも呼ばれます。都市計画区域を2つに分ける作業です。市街化区域と市街化調整区域です。この線引きは必ず行うのでしょうか。定めるかどうかは原則として任意です。定めない区域もあります。これを非線引き区域と言います。ここで2つの区域を比べます。まず、市街化区域です。すでに市街地になっている区域です。または10年以内に市街化する区域です。次に市街化調整区域です。市街化を抑えるべき区域です。田畑や自然を守る区域と言えます。用途地域の扱いも異なります。市街化区域には必ず用途地域を定めます。調整区域には原則として定めません。ここから用途地域に入ります。用途地域は土地の使い方の区分です。全部で13種類あります。大きく3つの系統に分かれます。住居系、商業系、工業系です。住居系が8つと覚えましょう。商業系が2つ、工業系が3つです。系統ごとに建てられる建物が変わります。まず、住居系の8つです。第1種、第2種の低層住居専用地域です。低層の住宅を中心とする静かな区域です。田園住居地域もあります。農業と調和した低層住宅の区域です。これは2018年に新しく加わりました。次に中高層住居専用地域です。第1種と第2種があります。さらに住居地域です。第1種、第2種、準住居があります。用途地域は市町村が都市計画に定めます。住居系は住みやすい環境を守る区域です。低層住居専用地域ほど規制が厳しくなります。準住居地域は
道路沿いの利便も合わせて認めます。次に商業系の2つです。近隣商業地域と商業地域です。お店やオフィスが集まる区域です。続いて工業系の3つです。準工業、工業、工業専用地域です。工場のための区域です。この中で大切な注意点があります。工業専用地域だけは特別です。住宅を建てることができません。住宅を建てられない唯一の用途地域です。近隣商業地域は日用品のお店が中心です。商業地域は駅前などの賑やかな区域です。準工業地域は環境を悪化させない工場の区域です。工業専用地域では学校や病院も建てられません。次に補助的地域地区です。用途地域だけでは足りない場合があります。そこで規制を上乗せします。これが補助的な地域地区です。多くは用途地域の中で定めます。たくさんの種類があります。その中から品質のものを見ます。特に名前が似たものに注意します。地域地区は都市計画として定めます。町の実情に合わせて規制を上乗せします。ここは混同しやすい部分です。まず、高度地区です。建物の高さを制限します。最高限度または最低限度を定めます。次に、高度利用地区です。名前は似ていますが、中身が違います。容積率などを定め、土地を有効に使います。高さではなく、利用の度合いの話です。特別用途地区は、用途地域の中で定めます。地区の特性に合った利用を図ります。防火地域と準防火地域も大切です。市街地の火災を防ぐための地域です。名前の似た地区はセットで覚えましょう。もう一つ、紛らわしい地区があります。特定用途制限地域です。これは用途地域のない区域で定めます。特定の建築物の用途を制限する地区です。良好な環境を守るための制限です。ただし、大切な注意点があります。市街化調整区域には定められません。先ほどの特別用途地区と混同しがちです。特別用途地区は用途地域の中で定めるものでした。名前は似ていますが、定める場所が違います。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は市街化区域に用途地域を定めないです。B は工業専用地域に住宅を建てられないです。C は高度地区は容積率を定めるです。少し考えてみてください。正解は B です。工業専用地域は住宅を建てられませんでした。A は誤りで市街化区域は必ず定めます。C も誤りで高度地区は高さを定めます。容積率は高度利用地区でした。今日のまとめです。都市計画区域は原則都道府県が指定しました。区域区分は原則として任意でした。市街化区域には必ず用途地域を定めました。市街化調整区域には原則定めませんでした。用途地域は全部で13種類でした。工業専用地域は住宅を建てられませんでした。高度地区は高さ、高度利用地区は容積率でした。特定用途制限地域は用途地域の外で定めました。違いを繰り返して覚えましょう。次回も都市計画法を続けます。第27回のテーマは開発許可です。開発行為に許可がいる場合を学びます。面積の数字がポイントになります。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。